大変です、ランマさん。お客さんが倒れてます。女風呂を掃除していた佐久間さんが、血相を変えて俺の元へと現れた。急いで向かうと、サウナ室で女性が一人倒れていた。湯治のために訪れていたミツさんだとすぐに気がついた。蒸し暑いサウナから連れ出して急いで、けれども落ち着いて確実にミツさんに心肺蘇生を行う。するとやがてミツさんはうーとうなり、顔をしかめた。自発的に呼吸も始めたので、峠は越えたと胸をなで下ろす。ゆっくりとまぶたを持ち上げたミツさんは、ぼんやりとした目で俺を見上げる。私、助かったんですか？そういう彼女の横顔がとても綺麗で、俺はつい見とれてしまった。そして、夢を忘れかけた俺たちの奇跡の物語が始まるのだった。俺の名前は坂本蘭馬。城下町の面影が色濃く残る町の一角にある温泉宿、偕楽園で働いている。そこは俺の実家でもある。もともとこの土地はお城の殿様の屋敷があった場所で、部屋から城が一望できることや、近くに教科書にも載るような偉人の生家跡や記念館があるため、歴史ファンのお客様の訪問が絶えない。さっき俺が案内し終えた女性客二人組も、荷物を置くなり早速、聖地巡りだと言って楽しそうに出て行った。何やらアニメのキャラクターらしきものを模したぬいぐるみを持っていたから、写真もいっぱい撮るのだろう。最近は、そういうのが流行っているらしい。俺にはよくわからないが。彼女たちを見送っていると、宿の前に一目で高級とわかる車が、音も立てずにすっと止まった。すると、この宿の主と、女将である両親が二人揃って現れる。高級車から降りてきたのは一人の女性だった。ショートカットがよく似合う、その美しい人に、俺は思わず見とれてしまう。お待ちしておりました、ミツ様。お荷物お持ちいたします。お部屋に案内いたしますね。こちらです。ありがとうございます。ミツ様と呼ばれたその女性は、はにかむような笑顔を浮かべて、静かに両親の後をついていく。両親、もといこの宿の主人と、おかみ二人からもてなされるとは、よほどの乗客なのだろうと察した。ふと気がつけば、玄関に従業員が集まっていた。特に男性が多い。おい、今の見たか？すげえ美人。俺知ってるぜ。あの人、池田総理の娘らしいぜ。従業員たちの話に思わず聞き耳を立ててしまう。湯治に来たんだとよ。うちの温泉は、病気回復で有名だもんな。じゃあしばらく泊まるのか。久々に活気に溢れそうだな。桃屋さんが倒れてからずっと暗い雰囲気が漂ってたからさ。やっぱり桃屋さんがいないと。おい、ちょっと。慌てたように一人の従業員の口を止めた彼らは一斉に黙り込み、伺うように俺に視線を向けた。ああ、気を使われている。それに気づいた俺はいたたまれなくなり、くすぶる劣等感と一緒に奥に引っ込むことにした。翌日の昼、俺は温泉の掃除当番に当たっていたため、清掃中の看板を立てて、早速清掃を始めた。他はどうかわからないが、うちの宿では男風呂は男性が、女風呂は女性が掃除することになっている。脱衣所に忘れ物がないかを確認していると、女風呂の掃除当番である佐久間さんが、血相を変えて駆け込んできた。大変です、蘭馬さん。お客さんが倒れてます。彼女の様子とその言葉に、急いで女風呂へ向かった。サウナ室で倒れているのがミツさんだとすぐに気がついた。大丈夫ですか？蒸し暑いサウナから連れ出して、脱衣所の長椅子にバスタオルを敷いてもらって、その上に寝かせた。裸だったので、もう一枚バスタオルを取り出して上にかぶせる。呼吸を確認すると止まっていた。脈はあるが、この場合でも心肺蘇生法を行う必要がある。救急車呼んで。
それから AED 持ってきて。持ってくるついでに、お上に報告を。端的に指示を出すと、佐久間さんははいと声を震わせながら、スマホで119番通報を始めた。俺は急いで、けれども落ち着いて確実に、ミツさんに心肺蘇生を行う。その間に、佐久間さんが AED を持ってきてくれたので、そちらでの処置に切り替える。しばらくすると、ミツさんが、うーとうなり、顔をしかめた。自発的に呼吸も始めたので、峠は越えたと胸をなで下ろす。ゆっくりとまぶたを持ち上げたミツさんは、ぼんやりとした目で俺を見上げる。大丈夫ですか？これ何本かわかりますか？ミツさんの前で指を2本立てると、2本と弱々しい声で答えた。私、助かったんですか？そういう彼女の目には、正気がまるで見えず、俺は戸惑った。ちょうどその時、救急隊員が駆けつけた。ミツさんに意識があることを確認すると、念のため病院で検査をするからと、彼女に服を着せ、ストレッチャーに乗せて風呂場から出て行った。佐久間さんが、その場でへなへなと膝をつく。ランマさんがいて助かりました。いや、俺の指示通りにきちんと動いてくれた君のおかげだよ。ありがとう。そう言うと、彼女は大きな息を一つ吐いた。そんなことがあってから、数日が経過したある日のこと。俺と佐久間さんは、父さんに呼ばれて、応接室に向かった。そこには、両親とミツさん、それから、ミツさんにそっくりな男性がいた。その男性は、テレビで見たことがあった。池田総理だ。ということは、ミツさんの父親だろう。池田総理は、ソファーから飛び上がるように立ち上がり、両腕を広げたかと思えば、俺を抱きしめた。君がミツに適切な処置を施してくれた恩人か。本当に礼を言うよ。ありがとう。突然のことに呆然としていると、池田総理は次に、佐久間さんに抱きつこうとして、いや、女性にこちらから触るのはいけないな。と言って、手を差し出した。恐る恐ると言った風に、佐久間さんがその手を取ると、満面の笑みでぎゅっと握り返す。ほら、ミツもお礼を。池田総理に促されて、ミツさんがありがとうございますと頭を下げる。が、その態度は、あからさまに不祥不祥と言いたげだった。池田総理はソファーに座り直して、正面に座る両親とニコニコと話を始めた。以前から偕楽園さんとは懇意にしていたが、こうなってはますますひいきにせざるを得ないな。しかし、ランマくんだったかな。主人とお上の息子さんだと聞いている。よく突然の状況にもかかわらず、冷静に対処してくれた。私の部下に欲しいぐらいだ。もったいないお言葉です。ランマは、ここに勤める前は医者をやっておりまして。はは、医者。いや待て、そういえば聞いたことがあるな。坂本蘭馬。確か東京の大病院に勤めていた天才外科医じゃないか？勢いよく振り向いた池田総理に、俺は、はあ、と曖昧にうなずく。すると池田総理は、一転真剣な顔つきになった。君を探していたんだ。実はミツは難病を抱えていてね。それを治せるとしたら君しかいないと聞いたんだ。しかし、治療を頼みに行ったのが、君が病院を辞めた後でね。その内容に目を丸くしてミツさんを見た。ミツさんは唇を噛んで視線を落としている。頼む！ミツの手術をしてくれないか。再びソファーから立ち上がった池田総理は、床に額をつけるようにした。俺はぐらりと視界が揺れたかのような錯覚を覚え、全身にじんわりと冷や汗が吹き出す。申し訳ないのですが、俺はもう医者ではありません。ただの温泉宿の従業員です。ミツさんを治すことはできません。顔を上げた池田総理の悲痛そうな表情に耐えきれず、俺は視線をそらした。その先にいたミツさんは何の感情も
その顔に浮かべていなかった。そうか。そうだよな。突然こんなことを頼んですまなかった。ただ、でも、ミツを助けてくれたことには感謝している。今後も、ひいきにさせてもらうよ。重たい空気のまま、ミツさんと池田総理との対面は終わった。応接室を出ていくミツさんの目は、彼女を助けたあの日と同じように、生気が感じられなかった。それから数日後、休みをもらった俺は、久しぶりに近くの浜辺へと赴いた。ここも有名な観光地だから、平日だけど、人の姿が見られる。近くにある丘に登った。展望台と書かれた看板とは反対の道を行く。こっちの道の先にも、海を一望できる場所があるのだ。地元の人しか知らないので、静かで落ち着ける。到着して、腰をかけるのに手頃な大きさの石の上に座った。潮騒に耳を傾けながら、目の前の広大な海を眺める。海はいい。眺めていると、己がちっぽけな存在であることを再確認させてくれる。ふと、近くで茂みの揺れる音がした。まさかイノシシかと思ってそちらを見ると、人が歩いている。イノシシではないことに安堵したものの、それがミツさんだとわかるや否や、再び緊張が走った。どうしてミツさんがこんなところに、しかも道のない山の中へと入っていく。そっと後を追った。小枝や落ち葉を踏む音は立ててしまったものの、ミツさんが気づく様子はなかった。やがてミツさんが足を止めた。そこは、岬のちょうど先だった。彼女は崖っぷちに立ち、打ちつける白波をじっと見下ろしていた。その目に光はない。そういう人の目を、俺は何度も見てきたことを思い出した。まだ医者として働いていた頃、治る見込みがないと告げられた患者たちと同じ目だ。思わず駆け出して、ミツさんの腕を掴んだ。彼女は目を見開いて、俺を見上げる。それはみるみるうちに、怒りの形相に変わった。話して。ミツさんは腕を振りほどこうと、もがき始めた。当然危ないから、俺は話さなかった。そうしているうちに、ミツさんの目に、じわりと涙が浮かぶ。なんでよ。私のことなんて放っておいてよ。どうせもう余命はない。これ以上生きてたって、家族に迷惑をかけるだけ。それなら、もういなくなった方がいいじゃない。いなくなった方がいいなんて言うな。残される家族の気持ち、考えたことあるのか？考えてる。いや、考えてない。ミツさんの腕を握る力を思わず強くしてしまった。彼女が顔をしかめたので、すぐに話した。ごめん。でも、ミツさんは分かってない。あなたにそんな、知ったような口を聞かれたくない。ミツさんは腕をさすりながら、ぷいと顔を背けた。俺はうなだれて、地面をじっと見つめることしかできない。俺には、弟がいるんだ。名前は桃屋。今、桃屋は病院で眠ったまま、目を覚まさない。俺が、手術に失敗したせいで、そうこぼすと、ミツさんがこちらを見た。失敗？どういうこと？続きを聞きたそうな様子のミツさんに手を差し出した。少しためらった後、彼女はその手を取ってくれた。ミツさんの手を弱く引っ張って、俺が最初にいたところまで戻った。石の上に自分の上着を敷いてから、そこにミツさんを腰掛けさせる。俺はその横の地面に座った。それから、ポツポツと、俺は桃屋のことをミツさんに話し始めた。弟、桃屋は、俺が小学校に上がった頃に生まれた。最初のうちは、俺も桃屋を可愛がった。生まれたばかりで何もできない桃屋を、俺が兄として守ってやらねば、手助けしてやらねばと思ったのだ。それに、俺の後を一生懸命追いかけてくる桃屋は、確かに可愛かった。その気持ちが消えたのが、いつだったのかはよく覚えていない。俺は勉強ができた。とあるドラマで見た外科医がかっこよくて、
医者に憧れるようになった俺は、ますます勉強に励み、中学、高校と常に成績トップを飾った。医者になるなら自分が健康でないと思ったから、部活は運動部に入り、そこでも優秀な成績を収めることができた。対して、桃屋は何もできなかった。成績はいつも下から数えた方が早く、運動もダメ。俺が面倒を見てやって、やっと人並みにできるようになるレベルだ。だけど桃屋には愛嬌があった。失敗してもしょうがないなと、周りに思わせる何かがあった。だから、両親も親戚も、近所の人も、俺の友達だって、桃屋を可愛がった。初めてできた恋人もそうだった。付き合って3ヶ月が経った頃、俺は恋人を家に招待した。いらっしゃい。家には桃屋がいて、ニコニコと笑顔で俺たちを出迎えた。恋人は可愛い弟さんだねと言って笑った。部屋で2人で談笑していると、桃屋がお盆に2人分のコップとケーキを乗せてやってきた。見るからに危なっかしい様子に、お盆を受け取ろうと腰を浮かせたとき、桃屋はそれをひっくり返してしまった。恋人に飲み物とケーキをぶちまける、なんてことにはならなかったが、無残にも床に落ちてしまったそれらに、桃屋が涙目になる。ごめんなさい。それより、桃屋くんは大丈夫？恋人はハンカチを取り出して、桃屋の服にこぼれたクリームを拭った。ありがとうございます。ハンカチ洗って返します。いいよ、安物だし。なんて優しい彼女なんだと、俺は得意げに思った。が、それから数週間後、いきなり恋人から別れてほしいと告げられた。私、桃屋くんのことが好きになっちゃったの。ほら、桃屋くんって何もできないじゃない？私が面倒見てあげないとダメだと思うんだ。ランマくんは別に私がいなくても大丈夫でしょ？恋人の言葉に、俺は目の前が真っ白になった。気がつくと、恋人はいなくなっていた。一人取り残された俺は、帰りたくないと思った。帰れば、桃屋の顔を見ることになる。それがものすごく嫌だった。けど、まだ高校生だった俺は、家に帰らざるを得なかった。が、なるべく桃屋の顔を見ないようにした。朝早くに起きたり、遅くに帰ってきたりすることで、食事の時間を桃屋とずらした。話しかけられても無視した。あんた、お兄ちゃんなんだから、もっと弟に優しくしなさい。母にそう怒られて、兄だからと言って、どうして弟に優しくしないといけないのかという反発心が生まれた。そして、ここに俺の居場所はないと思った。そう考えた俺は、遠くの医大を受験し、見事合格。医師免許を取得し、そのまま大学近くの大病院に就職した。そして、仕事が忙しいからと、実家にほとんど帰らなかった。帰ったところで、また桃屋が可愛がられているところを目の当たりにしなければならない。そう考えると、苦痛だったのだ。ちなみに恋人は、卒業式の日に桃屋に告白したものの、振られてしまったと風の噂で聞いた。が、それを聞いても何の感情も抱かなかった。仕事に没頭した俺は、いつしか天才外科医と呼ばれるまでになっていた。遠方から俺をわざわざ訪ねて、手術を頼みに来る人が現れるぐらいだった。そんなある日、手術をしてほしいと両親が現れた。病気になったのは弟だった。確かにその病気は、日本だと、俺か、あともう一人しか治せないと言われているものだった。家族なのだからと、俺を頼ってきたのだろう。そのことに少し苛立ちながらも、手術を引き受けた。が、そんな気持ちは、久しぶりに桃屋に会って吹き飛んだ。桃屋の方はこけて、全身は血の気がなく、食事が喉を通らないためか、骨と皮だけと言っても過言ではない体になっていた。呆然とする俺に、兄さん頼りにしてるよと、桃屋はいつも通りの人好きのする顔に笑顔を作った。
それを見ると、さっきまで抱いていたちょっとした苛立ちやショックが消えて、心が安らいだのを感じた。その時、やっと気づいた。俺は桃屋の笑顔に、いや、その存在自体に支えられていたことに。桃屋はいつだって俺を頼りにしてくれていた。俺はそれを内心では嬉しく思っていた。成績が伸び悩んだ時も、部活で失敗した時も、仕事で落ち込んだ時だって、桃屋の頼れる兄でなければと、心のどこかで自分を鼓舞していたほど。桃屋がいるのは当たり前だったから、今まで気づかなかったのだ。知ろうとさえしなかった。ずっと、桃屋から目を背けていたから、甘えていたのは俺だったんだ。そのことに気づいてしまった俺は、今までの自分の態度への激しい後悔と、桃屋を失うかもしれない恐怖に襲われた。手術当日も、それらの感情に打ち勝つことができず、あろうことか、執刀中に手が震えてしまい、手術に失敗してしまった。桃屋は、なんとか命は取り留めたものの、目を覚まさない状態。いわゆる、植物状態になってしまった。それ以降、俺は手術をするたびにその時のことを思い出して、手が震えるようになってしまった。休んだ方がいいって院長に言われて、それで、桃屋が働いていた実家の偕楽園で働くことにした。桃屋の穴を埋めようと思ってたけど、俺なんかじゃ、桃屋の代わりになんてなれるわけがなかった。従業員にも、桃屋がいないと暗いなんて言われてるし、思わず自重がこぼれた。目の前に広がる海が波音を立てている。自分はなんてちっぽけな存在なんだろうと、胸に強く突き刺さる。俺はずっと、桃屋にひどい態度をとっていた。無視したり、勉強を教えてほしいと頼みに来た時に、馬鹿にするような言葉を浴びせたり、しまいには植物状態にしてしまった。俺はダメな兄だ。こんな俺を、桃屋はきっと恨んでる。なんでもっと早く優しくしてやれなかったんだって、後悔してる。みつさんの家族だって、みつさんがここでいなくなったら、きっと後悔する。もっとしてやれることがあったんじゃないだろうかって。だからみつさん、生きることを諦めないでくれ。みつさんに向き直ると、彼女は手を握りしめて、こちらをじっと見ていた。眉間には深いシワが刻まれている。やがてみつさんが、ゆっくりと腰を上げた。少し考えさせて。みつさんは丘を降りていった。本当はふもとまで送った方がいいのだろうが、彼女の背中が一人にしてほしいと言っているように感じて、俺は立ち上がることのないまま、再び海を眺めた。翌日、母さんに呼ばれて玄関に行くと、みつさんがいた。デートにでも行くかのようなおしゃれな格好をしているので、思わず見とれてしまう。何ぼーっとしてるの、ランマ。みつさまがね、あんたにこの辺を案内してほしいって言ってるのよ。俺に？母さんの言葉に目を白黒させて、再びみつさんを凝視する。みつさんは少しだけ顔を赤くして、早くしてと言った。うなずいて靴を履き、彼女と一緒に外へ出る。ここって、なんかの偉人の出身地なんでしょ？なんかって知らないんですか？知らない。っていうか、敬語やめて。昨日は違ったでしょ？仕事だから。いいから。スタスタと先を歩いていくミツさんに、そっちには何もないよと声をかけると、彼女は顔を真っ赤にして戻ってきた。偉人の聖火跡、記念館、通っていた道場の跡地を回った後、城下町の風景が色濃く残る街並みに来た。ここは観光客向けのお土産物屋さんや飲食店が所狭しと立ち並んでいる。その一つに、母の友人が経営している和食レストランがあるので、そこに入った。ここの料理が一番美味しいと俺は思っている。せっかくだから、ミツさんにも味わってほしい。店に入ると、母の友人が目を丸くした。あら、ランマくん、綺麗なお嬢さんを連れて、もしかして彼女？デート？違います。宿泊客です。
案内を任されただけで。なんだ、残念。母の友人は注文を取った後、厨房に引っ込んだ。ミツさんを見ると、口をへの字に曲げていた。ごめんね。あの人、母の友人で、俺も昔からの馴染みだから、恋人に間違われたのが気に食わなかったのだろうと思って、そう言ったけど、ミツさんは今度は眉を吊り上げてしまった。あそこまで否定することないのに。そのつぶやきに、思わず心臓がドキリと跳ねる。いや、聞き間違いかもしれないと思って、聞き直そうとしたとき、料理が来た。美味しい。一口食べたミツさんが、驚いたように目を丸くする。その様子に満足してしまい、さっきの言葉を聞き直すのをすっかり忘れてしまった。その後は城を巡り、おやつを食べ、浜辺に着いた頃には夕暮れになっていた。というか、その時間に来れるように調整した。昨日登った丘の上に、俺たちは再び来ていた。真っ赤に染まる夕日が、徐々に海に沈んでいくのを、ミツさんは真剣に眺めている。ランマは、ここによく来るの？まあ、嫌なことがあった時は特に。広い海を見ていたら、自分がどれだけちっぽけな存在かっていうのを感じられるから。それ、虚しくない？ないよ。ちっぽけな俺の悩みなんて、同じぐらいちっぽけなんだなって思って吹っ切れる。そういうものか。そっとミツさんが俺の手を握った。心臓がドキリと跳ね、顔に熱が昇る。今日一日、ランマと観光地を巡れて楽しかった。こんなに楽しいと思えたのは、病気になる前に家族と旅行に出かけた時以来。病気になってからはどこに連れて行かれても何をしていても、全然楽しいと思えなかった。両親が私の残り短い時間を楽しく過ごしてほしいって、私にいろいろしてくれていたのには気づいていた。でも私は、どうせすぐにいなくなってしまうのに、無駄なことをって悲観してた。夕日がもう半分沈んだ。背後から夜がやってきている。ミツさんが俺を見上げた。その目には、強い決意の光が宿っている。私、もうちょっと頑張ってみる。頑張った結果、もしダメだったとしても、それだったら、お父さんとお母さんも後悔なんてしないよね。夕日に照らされたその顔は、ここから見える景色に負けず劣らず、綺麗だった。けどそんな歯の浮くようなセリフを、恋人でも何でもない俺が、言えるわけがない。が、こんな綺麗な人を失いたくないと、強く思った。ミツさんの手術、俺にやらせてくれないか。ミツさんは目を丸くした。緊張で口はカラカラに乾き、手が震える。それを抑えるように、強く拳を作った。失敗した俺に任せるのが嫌なら拒否してくれて構わない。でも、俺はミツさんを失いたくない。任せてくれたら、命がけで君を救う。そう宣言すると、ミツさんの目が細くなった。確かに、ランマは一度失敗してる。けど、だからこその強さを手に入れている。そんな強い人に、手術をしてもらえるなら、これほど安心なことはないよ。こちらこそ、手術お願いします。頭を下げるミツさんに思わず涙がこみ上げてくる。が、こんなところで泣くわけにはいかないと、なんとかこらえる。顔を上げたミツさんが柔らかい笑顔を見せた。私、必ずまたここに来るって心に決めたんだ。医者にも患者にも、こんなに強い意志があるんだ。失敗する方がおかしいよ。ああ、そうだな。でしょ？ねえ、私がまたここに来るときは、今日と同じようにランマが案内してね。約束だよ。うなずいてミツさんの手を握り返すと、彼女はそっと頬を赤くした。そのまま丘を降りる俺たちの頭上には、満天の星空が輝いていた。俺は元いた病院に復帰した。そこにミツさんが入院し、手術を行うことになった。手術当日、俺は桃屋の時と同じように、ミツさんを失う恐怖に襲われた。メスを持つ手に震えが走るのを見て、頭の中が真っ白になりそうになる。
けれど、ミツさんが俺にかけてくれた。失敗したからこその強さを手に入れているという言葉を思い出して、恐怖を追い払った。なんとか震えも止まり、再び手術に集中することができた。そして、手術は成功した。その後の経過も順調で、ミツさんは来週にでも退院できるぐらいにまで回復した。ほら、言ったでしょ？ランマも私も強いんだから、失敗なんかしないって。ああ、ミツさんのおかげだ。ありがとう。ベッドに腰掛けてほがらかに笑うミツさんに、感謝とともに、胸をつかまれるような甘いときめきを感じる。俺は、ミツさんの存在に支えられていることに気づいていた。そして、彼女に恋をしていることも、仕事の合間には、彼女のことしか考えられないほどだ。ミツさんは、俺のことをどう思っているんだろう。少なからず、好意を抱いてくれているはずだと思う。彼女が退院してしまえば、元の赤の他人に戻ってしまうかもしれない。ならば、今のうちにこの思いを伝えよう。そう決意して、俺はミツさんの病室へ向かった。が、彼女はそこにいなかった。勢いがくじけてしまったことに肩を落としながら、仕事場に戻ることにした。するとその途中、ミツさんが自分のではない病室に入っていくのを見つけた。俺は思わず体を固くしてしまった。その部屋は桃屋の病室だったからだ。気づかれないように少しだけドアを開いて中を覗く。今日も来たよ。ミツさんは笑顔で桃屋にそう言った。頭を殴られたかのような衝撃を受けた。ミツさんは連日ここに通っているのか。その後の彼女の言葉は耳に入ってこなかった。彼女が浮かべる綺麗な笑顔に愕然としてしまったからだ。あんな表情を俺の前でしたことがあっただろうか。いや、ない。やっぱりミツさんも桃屋を選ぶのか。目の前がクラクラするのを何とか耐えながらドアをそっと閉めて逃げるようにその場を立ち去った。そんなことがあった翌日のミツさんの診察に行く俺の足取りはかなり重いものとなった。いつもなら診察を済ませた後雑談をするのだが全くそんな気分ではない。ミツさんの顔を見れば自然と昨日桃屋に見せていた笑顔がちらつく。そのことにチリチリと胸に焦げつくような痛みを覚える。さっさと帰ろうとする俺を待ってとミツさんが呼び止める。どうしたの？なんか暗いけど、嫌なことでもあった？私でよかったら話聞くけど。悪いけど一人にしてくれよ。思った以上に冷たい声が出たことに自分でも驚いた。それはミツさんも同じだったようで目を丸くしていた。何？もしかして、また私の病気が再発したとか？違う、それはない。さっきも言った通り順調に回復してる。じゃあ何？その態度は。別に。医者と患者ならこれぐらいの距離が適切だろ。瞬間、ミツさんの眉がつり上がった。医者と患者の距離？私とランマはそれだけの関係だったっていうの？そうだろ。他に何があるって言うんだ。ミツさんだって、俺のことを医者としか思ってないだろ。桃屋の方がいいんだろ。なんでそこで桃屋の名前が出てくるのよ。ミツさんはシワができるほど、布団を力強く握りしめながら俺を睨む。そんなミツさんを見ているといたたまれず、ふいと視線をそらした。昨日、ミツさんが桃屋に会いに行っているのを見た。すごく楽しそうに話してた。俺なんかにあんな笑顔向けたことないくせに。確かに、桃屋のところには行ってるけど、それは。いい。聞きたくない。逃げるようにして病室を出た。ミツさんが待ってよと大きな声を出しているが、足を動かすことに注力する。廊下を早足で歩き、着いた先は桃屋の病室だった。入って、ドアを閉めた。電気が消してあるから、室内は薄暗い。眠っているだけの桃屋は静かで、心電図の音だけが、彼が生きていることを示していた。そばに寄って、じっと桃屋を見下ろした。眠っているのに、
相変わらず人好きのする顔をしている。焦げつくような痛みを再び胸に感じた。みんな桃屋を選ぶ。みんな桃屋を可愛がる。桃屋。名前を口に出すと同時に涙がボロリと落ちた。それと一緒に焦げつくような胸の痛みは消えて、代わりに自分への嫌悪感がどっと押し寄せてきた。すまん桃屋。俺だってみんなと同じだ。お前を可愛いと思う。なのに、憎いとも思う。お前を失いかけて後悔したのに。なのに俺はまた、お前に嫉妬した。俺は強くなんかない。お前に頼ってもらえるような兄じゃない。最低の人間だ。すまない。すまない。膝から崩れ落ちて、すがるようにして、桃屋の手を握って泣いた。どれくらいそうしていたかわからない。気がつくと、誰かが俺の背中をさすっていた。涙に濡れた顔のまま見上げると、みつさんがそこにいた。悲しげな顔で俺を見ている。みつさんに促されて屋上に出た。彼女の短く切り揃えられた髪が風になびく。ランマが仕事してる間、私は桃屋に会ってた。ランマの話をしてたの。ランマが私を助けてくれたこと、桃屋にひどいことをしたって後悔してること。それが終わったら、その日のランマのことをずっと報告してた。私がお前が見たことのない顔をしてたって言うんなら、それはランマの話をしていたからだよ。俺は目を丸くした。みつさんの方がうっすらと赤く染まっている。私はランマが好き。ランマは自分が強くないって言ったけど、弟に嫉妬して失敗して後悔して、そうやってもがきながらも前に進むランマは、私はやっぱり強いと思うよ。私もランマみたいに強くなりたい。もがきながら進むあなたを支えたい。あなたと一緒にこの先の人生を歩いていきたい。みつさんの言葉に再び涙が溢れ始めた。そんな俺にみつさんが破顔する。ランマ、上を見て。そう言われて視線を空に向けた。そうすると涙が止まる。広がる青空をしげしげと眺めた。海じゃないけど空だって広い。ランマの嫉妬心なんてこの空に比べたら小さいものでしょ。俺はぼんやりとしたままうなずいた。ずっと胸にくすぶっていた劣等感や嫉妬といった感情が広大な空に無散していく気がする。顔を元に戻すと笑顔のみつさんと視線がぶつかった。その笑顔は桃屋に向けていたと思っていたものだった。彼女を抱きしめた。抵抗することなくみつさんは俺を受け入れてくれる。もう十分。みつさんは俺の支えになってるよ。俺もみつさんが好きだ。みつさんは、そっかーと笑いをこぼして、俺の背中をトントンと叩いた。でも恋人になるのは桃屋が目を覚ましてからがいい。そんなことをみつが言ったから自然と視線を落としてしまう。桃屋がいつ目を覚ますかなんてわからない。このまま覚まさないかも。何言ってるの。桃屋は絶対に目を覚ます。背中を強く叩かれた。いたと悲鳴を上げれば、彼女は愉快そうに声を立てて笑った。血相を変えたみつさんが駆け込んできたのは、それから1週間後のことだった。桃屋が目を覚ました。調べ物をしていた本を投げ出す勢いで立ち上がると、桃屋の病室へと急ぐ。息を切らせながら近づいた俺を、桃屋はまだぼんやりとしている目で見上げた。兄さん？かすれた声に、嬉しさと罪悪感とで胸が詰まった。そろそろと差し出された桃屋の手を、しっかりと握りしめる。桃屋、すまなかった。お前にずっと冷たく接していたことも、お前の大事な時間を奪ってしまったことも、全部すまない。桃屋は小さく首を横に振る。兄さんは確かに俺に冷たかったけど、勉強を教えてくれたし、逆上がりや縄跳びの練習にも付き合ってくれた。それが兄さんからの愛情だって、俺はちゃんと分かってたよ。何も言えずに、桃屋の顔を見つめる。
そんな俺に向かって、桃屋は人好きのする笑みを浮かべて、手を握り返してきた。俺こそ、いつも兄さんに頼りっぱなしでごめんね。兄さんはいつだって俺の前を歩いて俺を助けてくれるから、ついつい甘えちゃってた。俺はそんな兄さんの弟であることを誇りに思ってるよ。今も昔も。桃屋の言葉に、目の奥がツンとしたかと思うと、熱い涙が溢れた。釣られたのか、桃屋も涙をこぼす。兄さんが泣いているところ初めて見た。俺だって泣くんだぞ。そうだよね。ごめんね、兄さん。いっぱい心配かけさせて。いや、桃屋。よく目を覚ましてくれた。ありがとう。本当にありがとう。泣き合う俺と桃屋を病室の入り口で、みつさんが優しい目で見守ってくれていた。城下町の面影が色濃く残る町の一角にある温泉宿偕楽園へ。俺は数ヶ月ぶりに訪れた。今回は客として、隣を歩くみつと手をつなぎながら、いらっしゃいませ。ようこそ偕楽園へ。相変わらずの人好きのする笑顔で、桃屋が出迎えてくれた。荷物置いたら出かけるから。せっかく久々に会ったんだから話しようよ。みつさんとも話したいし。ダメ。今日はデートなんだから。そんな風に言う桃屋だが、表情は始終嬉しそうだ。大きい荷物は俺が運んでおくから行ってきなよ。おう、わかった。じゃあ、みつ、行こうか。うん。桃屋に見送られて、俺とみつは再び手をつないで歩き始めた。偉人の聖火跡、記念館、通っていた道場の跡地、城下町にある母の友人のレストラン、城と順番に巡り、おやつも食べ、最後に浜辺の近くにある丘へと登る。あの時みつと回ったのと同じコースだ。茜色に染まる夕日が海面にその色を反射させながら沈んでいく。やっぱり綺麗だね。みつは柔らかい表情で夕日を眺める。またここに来られてよかった。あの時、ランマに生きることを諦めないでほしいって言われなかったら、今頃、私はここにいなかったかもしれない。失う前に気づけて本当によかった。そう言って、俺の肩に頭を預けるみつを優しく抱きしめた。大切なものは失ってから気づく。そばにいて当たり前の人は、ある日突然いなくなってしまうかもしれない。当たり前だと思っていることは、実は当たり前ではないのだ。本当に失う前に気づけた自分は幸いだった。だから失う前に伝えられることは伝えておきたい。愛しているなら愛していると言葉や態度で。みつだってこの夕日に負けず劣らず綺麗だよ。瞬間、みつの顔が真っ赤になった。そんな可愛い彼女に俺は口づけを落とした。修行時間間際、誰もが帰宅できる喜びに包まれているとき、ただ一人青ざめている社員がいた。彼は大慌てで俺のデスクへやってくると、土下座する勢いで懇願してきた。野島さん、お願いしたいことがあるんですけど。どうしたんだい？この資料を今日中に終わらせないといけないんですが、全然進んでないんです。ああ、そうかい。どれ？貸してみて。やったー。俺の名前は野島悟。44歳の平社員だ。今回は後輩に泣きつかれ、急ぎの仕事を手伝うことに。ちょっとやめなさい。野島さんが定時で帰れなくなったらどうするのよ。ああ、いいから。帰っても一人だしね。他の後輩が家庭を持つ中、俺は独身でもあった。古参社員として後輩に指導できることも多く、何かと使われることが多い。仕事を請け負いすぎて残業になることも多かったが、それはそれで充実していた。俺は大手レコード会社に勤めているが、
出世街道からは外れており、平社員の窓際族。全く出世欲はなく、日々平凡な暮らしができて満足していた。声をかけられれば、どんな仕事でも手伝うくらいには仕事ができると自負している。そのため、部下たちからの信頼は厚い。今日も頼まれた仕事が複数あるため、それなりにやる気を出して取り組まねば定時で帰れなくなってしまうだろう。デスクに戻って仕事をしていると、隣にいた部下がクスクスと笑っていた。またその曲ですか？ああ、ごめん。つい。俺は仕事に集中するあまり、鼻歌を歌ってしまっていた。多少恥ずかしく思ってしまう。その曲好きですね。なんだか耳から離れなくてな。この曲は俺のお気に入りの曲だった。たまたまネットの動画で知ったのだが、誰が歌っているかまでは突き止められなかったのだ。俺も調べてみましょうか。ああ、いいよ。歌詞もわからないから調べられなかったんだ。そうですか。残念ですね。些細なことでも気にしてくれる部下に感謝を述べると、俺は再び仕事に取り掛かった。皆さん聞いてください。大ニュースですよ。後輩の一人が危機として部署に駆け込んできた。持ってきたニュースというのは、本社から美人社員が移動してくるというものだった。その話に浮き足立つ男性社員たちに、俺は苦笑いしてしまう。噂の女性が部屋に入ってくると、どよめきが起こった。諏訪鈴と申します。よろしくお願いいたします。後輩の情報通りの美女だった。モデルのように背が高い美女が注目を集めないはずがない。しかも彼女は27歳という年齢で誰よりも仕事ができた。移動してきた直後であり、わからないこともあるだろうと構えていたが、心配には及ばなかったようだ。人当たりもよく、部署のみんなともすぐに打ち解けていた。そんな完璧な彼女なのだが、一つだけ気になっていることがある。野島さん、また見られてますよ。何かしたかな。諏訪さんはよく俺を見ていることがあった。高齢の部類に入るというのに、平社員の俺が珍しいのかもしれない。もしかして、野島さんのことが好きなんじゃ。そんなわけないだろ。俺は44なんだから。色恋沙汰に結びつけようとする後輩に釘を刺しておく。こういう変な噂が広まってしまえば、諏訪さんにも迷惑だろう。しかし、彼女の視線は、俺を蔑むようなものでも、熱がこもったものでも何でもない。どちらかといえば、困惑しているような視線だった。諏訪さんが不思議なものを見るような目で俺に話しかけてきた。野島さんって、とても仕事ができますよね。まあ、無駄に長くいるからね。他の方の仕事もよく手伝っていますし。まあ、年の功かな。諏訪さんはよく部署の人間を見ていると思う。誰がどういった仕事が得意なのかをよく見ており、仕事を回すのがうまかった。この仕事をお願いしてもいいですか？明日の昼まででいいので。ああ、この仕事なら就業時間までに終わりますよ。え？俺の発言に諏訪さんはお化けでも見るような目で見てきた。その目には驚きや困惑などが含まれている。目も泳いでいるようで、俺は大丈夫かと声をかけた。すみません。よろしくお願いします。我に返った諏訪さんは足早に自分のデスクへと戻った。多少彼女の反応が心配だったが、俺は頼まれた仕事に手をつける。癖で鼻歌を歌ってしまい、後輩にまた笑われた。俺が仕事をしている最中にも諏訪さんの視線を感じる。
仕事ができるのか心配して見ているのかと、俺は多少緊張した。就業時間間近に、俺は頼まれていた資料を諏訪さんに渡しに行く。お待たせいたしました。確認よろしくお願いいたします。完成した資料を差し出すと、諏訪さんは大げさなほど動揺した。まるで俺を化け物を見たかのような目で見ている。あなた、何者ですか？平社員ですけど。彼女は俺の発言に信じられないという表情をしている。若いからか感情が豊かだなぁと若干楽しんでしまう。諏訪さんは恐る恐る俺の資料を手に取り確認し始めた。その表情は目を通すにつれて徐々に青ざめていっている。あまりにも期待に添えていないのだろうかと俺は斜に構えていた。この資料、本当に野島さんが作ったんですか？大丈夫でしたでしょうか？完璧ですよ。出来栄えと速さ、音楽の専門性がすごいです。こんなところにいたらダメですよ。諏訪さんは資料の出来をベタ褒めした。顔を青くしていたのはあまりにも資料の出来が良すぎたかららしい。本来ならば英語を翻訳するだけでも時間がかかるのに、なぜこんなにも早く？俺は高校までアメリカに留学してまして、英語は得意なんですよ。音楽の知識は？レコード会社ですけど、さすがにここまでは。趣味で作曲をしてまして、それで知識があるんです。俺の説明に諏訪さんは大きくうなずいた。確かに、それらの知識があれば、あるいは。彼女の今までの言葉から、この仕事はかなり高度なものだったようだ。あまり考えずにいつもの通りにやってしまったが、大丈夫だったのだろうか。この出来で本部にいないだなんてもったいない。ははは、そんな大げさな。笑い事じゃないですよ。この仕事をきっかけに、諏訪さんとは何度か仕事を一緒にするようになった。彼女は時折仕事のことで俺に頼ることも多く、接する機会が一番多い人間となっていた。野島さん、最近諏訪さんと仲がいいですね。もしかして。違う。頼むから諏訪さんに迷惑はかけるなよ。お似合いだと思うんだけどな。確かに諏訪さんからは今までよりもやりごたえのある仕事を回してもらっており、以前よりも仕事にやりがいを感じ始めていた。ただ、彼女が俺を慕っているのはあくまで仕事上の関係であり、後輩が期待しているようなことは全くない。俺は変な期待をしないように自分にそう言い聞かせた。ところがそんなある日、仕事を引き受けすぎたため残業していると、諏訪さんから声をかけられる。仕事が終わったら一緒に夕ご飯なんてどうです？お、いいね。なら早く終わらせないとな。何か手伝えることはありますか？じゃあ、これをやってもらおうかな。諏訪さんの協力もあり、思ったよりも早く仕事を終わらせることができた。その後は約束通り食事をしに二人で定食屋に入る。諏訪さんはお酒も好きなようで、飲みながら仕事の話に花を咲かせた。仕事ができるんだから一度本部に行ってみればいいと思うんですよね。俺なんかが本部になんて行けるわけないよ。呼ばれてるわけじゃないし。ふふ、それなら私にいい考えがあるんですよ。酒が入っているせいか、諏訪さんはいつもよりも語尾が間延びしていた。機嫌もいいらしく、酒の進みが早い。本社の会議に出席できるように、私が上に頼んでおきます。私は本社から来た人間ですよ。話をするくらいできます。
酒の勢いがあるのか、彼女は強引に話を進めようとしていた。俺はやんわりと止めようとするものの、彼女の動きを止めることはできない。目の前で諏訪さんがスマホを操作すると、すぐさま連絡が来たようで、にやりと笑う。次、一緒に行きましょうね。そうか。なんと、次の本社での会議に俺も出席するという。彼女は酒が入って上機嫌だろうが、俺は本番でもないというのに緊張してしまう。今まで平社員だったため、大きな会議というものに出席したことがなかったのだ。本社を訪れたのは就職した時の面接以来だった。会議室へと通されて諏訪さんの隣に着席する。意見があるならどんどん出しちゃっていいですからね。諏訪さんは俺を鼓舞したが、他所から来た平社員が意見を言うだなんてハードルが高すぎる。会議が始まる前の俺は参加するだけで自発的に意見は言わないようにしようと思っていた。しかし、いざ始まってみると、込み上げてくる思考を抑えることができず、気がつけばいろいろな意見を提案していた。その意見に本社の人間は驚愕して、なんと俺の提案は採用されてしまった。その場には社長も同席しており、会議が終了すると同時に、俺は会議室へと呼び出された。俺は緊張しながら社長の前に立つが、一緒に来ていた諏訪さんは得意げにしていた。諏訪さんが推薦するように優秀な人だね。ぜひ本社に来て働いてほしいよ。俺がですか？やったじゃないですか。突然の本社へ移動してほしいという言葉に俺は焦った。ありがたい言葉だったが、俺は丁重に断った。社長と諏訪さんは残念がっていたが、万年平社員の俺はとてもではないが、本社に行くべきではないと思ったのだ。気が変わったら、すぐに連絡してくれたまえ。君ならいつでも大歓迎だよ。社長は最後まで俺に期待してくれていて、俺は深々と頭を下げて社長室を後にした。俺と諏訪さんは帰りにバーに立ち寄った。個室に案内され、静かで落ち着いた雰囲気の店だった。なんで断っちゃうんですか？もったいない。実は今の会社は中途採用で入ったところで、前の会社は人間関係が問題で辞めたんだ。俺は以前勤めていた会社を辞め、この会社で10年以上働いている。というのも、以前の会社では俺も出世街道を進みたく努力をしていたのだ。順調に仕事をしていたある時、同期から嫉妬されるようになった。お前は上司にひいきされてる。いいよな。海外留学とかしてるやつは出来が違うもんな。金もあっていい大学にも行ってんだろうから仕事ができて当たり前だっつの。仲がいいと思っていた同期から言われた言葉は俺の心を深くえぐった。俺は以前の仕事を辞め出世とは縁がないように過ごしてきたのだ。むしろ後輩たちが自分を踏み台にし出世していく姿を喜ばしく思っていた。切磋琢磨して仕事をしていると思っていたんだが、あまりやりすぎるとろくなことがないと思ってしまってね。自分は応援する側になろうと思ったのさ。そんなことが。話を聞いた諏訪さんは悲痛な顔をしていた。彼女は俺の話を聞くと酒を大きく煽る。じゃあ話を聞いちゃったお礼に、私も聞いてほしい話があるの。聞いてほしい話？私がなんで本社から異動になったかよ。諏訪さんは仕事がよくできる人間だというのは異動してからすぐに分かっていた。彼女は本社で働くべき人間であることも、本社で社長と接しているところを見ても、なぜ異動したのか疑問に思っていたのだ。私は左遷よ。仕事もできるのにどうして？私は
今のあなたのように仕事をしてたの。頼まれたら手伝ったし、少しでもみんなの役に立ちたかった。彼女は職場で優秀な人間だ。当然頼られることも多く、同僚のために毎日仕事をしていた。ところが一緒に仕事をした相手がミスをしてしまったのだという。そのミスは私じゃなかった。でも一緒にした仕事だったから、一緒に頭を下げようと思って上司のところに行ったの。そしたら失敗をなすりつけられちゃって。一応私じゃないって言ったんだけど、信じてもらえなかったの。その相手の人は？今も本部にいて働いているわ。私よりも出世してね。仕事ができ完璧に見える彼女でも辛い思いをしていた。お互い似たような境遇で今の職場にいるのだと親近感を抱く。私はもう本部に戻るつもりはないの。でもあなたは違うわ。どうしてこんなところでくすぶっているの？真剣に聞く彼女に今は酒も入っているということもあり、話してもいいかなと俺は思った。人には話しにくい夢というものだ。笑わないで聞いてほしいんだけど、俺には夢があったんだよ。夢？それであなたがくすぶっているの？まあ、叶えられなくても関わっていたいというか。夢って何？若い頃は作曲家になりたかったんだ。でもデモテープをどんなに送ってもダメでね。若い頃は自分の才能や実力など関係なく、俺も夢を追いかけていた。次は大丈夫かもしれないと何度も希望を持ってデモテープを送ったが、いつも返事は決まっていた。音楽が好きで始めたことだったのに、俺は落ち込み、一切音楽を聴かなくなってしまった。一時期は音楽が嫌いになりそうだったんだけど、ネットである曲に出会ってね。その歌声を聴いていると、なんというか、心が現れるというか、俺の心に寄り添ってくれてたんだよ。何度も失敗して落ち込んで荒れていた俺のことを大丈夫って言ってくれているような、包み込んでくれる優しい歌声で、その曲を聴いているうちに涙が流れてきたんだ。それで俺は気づいたんだ。ああ、やっぱり俺って音楽が好きだなって。こんなにも人の心を感動させられる音楽ってやっぱりすごいなって。その曲に俺は救われ、音楽に携わる仕事がしたいと思うようになった。俺は音楽に関わっていければそれでいい。出世しなくてもそれで満足だった。そうだったんですね。素敵な話ですね。いやでも40過ぎのおっさんがいつまでも惨めに夢にしがみついているみたいで情けないよな。そんなことないですよ。むしろ素敵ですよ。いくつになっても好きなこと諦めないっていいじゃないですか。ねえ、それってなんて曲なんですか？すごい気になります。いや、それが何回ももう一度聴こうとネットを探したんだけど、その曲は消えて見つからなかったんだよな。って、諏訪さん？間延びする諏訪さんの声に俺はハッとなった。諏訪さんのグラスは空になっており、話しながら何杯飲んだかわからない。目がうつろになっており、だいぶ飲んでいる風だった。俺は近くにいた店員を呼び止め、水を持ってくるようにお願いする。どうやら過去の嫌な話を思い出し、酒が進んでしまったようだ。店員が持ってきた水を飲ませ、俺はお会計を済ませる。諏訪さんはかなり酔っ払っており、足元がおぼつかない。俺は肩を貸しながら半分引きずるようにして彼女と店から出た。ちゃんと立ってください。あまり女性に触ると問題ありそうですし。大丈夫です。
歩けま彼女のろれつが回っていない言葉に不安が募った。タクシー乗り場まで足を進めていると、耳元で聞き覚えのある曲が聞こえた。諏訪さんが鼻歌を歌っているのだが、なんとその曲は、俺のお気に入りのあの曲だったのだ。一瞬、心臓が止まったのかと思った。俺しか知らないであろうあの曲が、まさかこんなところで聴けるなんて。その曲をどこで？私、こう見えても、昔歌手を目指してたんですよ。諏訪さんは昔歌手を目指していて、自分で作った曲をネットにアップしていたことがあるそうだ。でも、コメントにひどいこと書かれて自信なくしちゃって、すぐ曲は消しちゃったんですけどね。なんと諏訪さんは、俺のお気に入りの曲の歌い手だった。俺のお気に入りの曲、それなんですよ。仕事に集中したりするといつも鼻歌を歌っちゃって、後輩にも指摘されるんです。私の歌を？諏訪さんは酔いが覚めたのか、きょとんとした顔をしている。俺は諏訪さんの歌で立ち直ることができました。音楽をまだ好きでいられるのはあなたのおかげです。そうなんだ。俺は諏訪さんの歌のおかげで立ち直ることができたことを伝えた。彼女はうつむいてしまい、肩を震わせている。私の歌を好きでいてくれた人がいたなんて。自分ですごい下手だなって分かってたんだけど、誰かに笑顔になってもらいたくて始めたから、私の思い届いてたんだ。諏訪さんは涙を浮かべた目で俺を見た。後日、職場では後輩がブスッとしながら俺を眺めていた。その表情は不満そうで、卑屈さも含まれている気がする。なんだか、最近、野島さんと諏訪さん仲良すぎませんか？いつもどこかで待ち合わせしてますし。そりゃあビジネスパートナーだからね。ビジネスパートナー？驚愕し固まる後輩を置いて俺は退社した。向かうのはいつも使わせてもらっているレコーディングスタジオだ。俺のお気に入りの曲を諏訪さんに教えてから会社の後に一緒に音楽活動を始めた。俺が何度も諏訪さんにあの曲を歌ってくださいとお願いしていたら、じゃあいっそのことレコーディングしちゃおうということになって、諏訪さんの曲をきちんとレコーディングしたのはある意味俺の中で夢が叶った瞬間となる。これで何度もあの曲をきちんと聴くことができるのだ。その後レコーディングに味を占めた俺たちは、俺が作った他の曲を諏訪さんに歌ってもらったりと作品を作り続けた。そして俺たちは諏訪さんがやっていた時と同じようにネットで音楽を発表した。すると徐々に人気に火がつき、諏訪さんは人気歌手として若い子の間で人気になった。俺の曲も人気となり、今では売れっ子作曲家になっていた。有名アーティストに曲提供することも増え、業界でも人気になってきている。俺と諏訪さんは会社を辞め、本格的に音楽活動をすることにした。まさかこんなに人気になるなんて。ただ歌えてるだけでも幸せだったのに。俺の心を動かした歌声なんだから人気が出て当然じゃない。俺たちは夢が叶って毎日忙しく活動している。毎日好きなことができ、俺たちはとても幸せだった。俺と諏訪さんがビジネスパートナーから交際に発展するのは自然の流れと言えただろう。何せ俺は諏訪さんのファン第1号なのだから。鈴の歌が一番最初に聴けて俺は幸せだな。私もあなたの曲が歌えて幸せよ。こんなに幸せでいいんだろうか。俺たちは一度夢を諦め、
諦めきれずに音楽に携われる仕事に就職した。俺を音楽の道に留めた曲を歌っていた鈴と出会うだなんて、なんて奇跡だろう。たまには神様を信じてもいいと思ってしまう。あ、また連絡が来てる。誰から？前の職場の後輩。俺は夢を追いかけて前の仕事を辞めてしまったが、今でも交流は続いている。俺たちを応援し、送り出してくれた彼らには、本当に頭が上がらない。毎日俺たちがテレビに出ている姿を見ては、誇らしく思っているそうだ。結婚するときは呼んでくださいねって。あら、いつにする？鈴まで何を言って。まさか、私が遊びであなたと付き合っているとでも思っているの？思ってません。彼女はビジネスパートナーであり、俺の世界で一番大切な人だ。この人なしでは、俺の人生は考えられないだろう。俺と仕事も人生も一緒に過ごしてくれますか？当然でしょ。一緒に頑張りましょう。俺たちはこれから全てを一緒に乗り越えていくことを誓う。気にしていた後輩には思ったよりも早く結婚の報告をすることになった。俺は幸せをかみしめつつ、これからも誰かに寄り添う曲を鈴と一緒に作っていくことだろう。あんたは子供産めない体じゃない。43にもなってバツイチの独身が実家に居座るっておかしいでしょ。いつまで実家に帰省するつもり？姉のユキは私を嘲笑うように言った。確かに私には子供がいないし独身だ。でも実家にはきちんと生活費は入れているし、足が不自由な母の介護もしているのに。この家は私の夫と後継ぎの子供たちで守っていくから、邪魔者のあんたはさっさとこの家から出て行って。私は猛烈に腹が立った。この家を乗っ取ろうとする姉に復讐してやる。私は野島薫、43歳。訳があってバツイチだ。今は教師をしながらお一人様を満喫している。私は学生時代にまともに男性とお付き合いをしたことがなかった。教師を目指していたのもあって、周りからは勉強ばかりの私が少しお堅く見えたのかもしれない。なかなかいい人と出会えずに、周りが同棲や結婚していく状況に耐えられず、ついに婚活アプリを使う。そして30代後半でやっと出会い、とある男性と結婚した。でも、夫との間には3年もの間、子供を授かることができなかった。石女、豊島の欠陥品め。夫の母、義母が言う。半年はおとなしかったが、半年を過ぎた途端に毎日のように子供を産めと言ってきた。顔を合わせるたびに義母が私に文句を言い放つ。そのことを夫に何度も相談をしていたが、夫は全く取り合ってくれなかった。ねえ、あなた、何度も言ってるわよね。私、あなたがいない時にお母さんに欠陥品とか言われてるの。しょうがないだろう。半年以上経っても子供ができないんだから。最初はかばってくれていた夫だったが、私が病院に行ったあたりからかばうことはなくなってしまった。あまりにも子供ができないことが不安で、私は病院に検査をしに行ったが問題ないと言われた。そのことを夫に伝えると、怒り狂った顔で私のことを罵倒するのだ。検査しても私には異常がなかったのよ。だから病院の先生が旦那さんと一緒に来てほしいって。はぁ？なんで俺が行かなきゃいけないんだよ。お前の問題なのに。ふざけんなよ。どちらにも問題がないことだってあるじゃない。
問題があっても一緒に頑張って治療したいのに、私だって子供が欲しい。結局、子供が産めない私に夫が下した決断は離婚。私が43歳の時だった。40過ぎたら子供なんてもう産めないだろ？産めたとしても障害の子供なんて俺やだよ。そんな、ひどい。ずっと我慢していた。心のどこかで夫が付き合った時のように優しくなってくれると信じていた。しかし、夫は変わらなかった。夫が求めていたのは子供が産める妻だったのだ。私は離婚を決め、年老いた父母がいる実家に出戻った。これが私がバツイチになってしまった理由だ。実家の父と母は離婚した私を快く迎え入れてくれた。43にもなってしまった私のことを悪く言うことは全くなくて、むしろ仕事をちゃんと続けていて偉かったと褒めてくれた。そんな父と母はそれぞれ大学の教授と小学校の先生だ。幼いながらに私は父と母のような優しい教師になりたくて必死に勉強していた。図書館に通うのは当たり前。父と母に助けられ塾にも通わせてもらえた。努力の甲斐あってか、私も母と同じ小学生の教師になることができたのだ。子供が産めなくても私には大切な生徒がいる。本当にこの職業につけて幸せだ。子供が大好きな私にとって教師は天職だった。こうして私は仕事に打ち込むことで元夫のことや離婚のことなど辛いことを忘れていった。だが、一つだけ悩みの種があった。姉のユキだ。ユキは私とは真逆の性格だった。幼い頃は私の面倒をよく見てくれていて一緒に遊んだ記憶がある。だが、中学生の頃から全く遊ばなくなってしまった。あんたと遊ぶよりも友達の方が楽しいから。制服を着崩し、派手な服を着るユキ。流行り物が好きでおしゃれを楽しむ若者そのものだった。そんな母がユキのことを心配して学生の頃からよく声をかけるようになった。ユキ、宿題終わったの？宿題？んなもの後でやるに決まってるでしょ。あ、こら、遊びに行く前に1ページでもやっていきなさい。うっせえばば。親は子供のために金だけ稼いでればいいんだよ。母の言葉に怒りを表すように玄関のドアを思い切り閉める。いつもふらふらと朝早く出かけて夜遅く帰ってくる姉。姉のユキは勉強が嫌いで、教師である父母の言うことにいつも反抗をしていた。机の目の前では1時間も座っていられず、座っていられていると思ったら携帯をずっといじっているような子だった。そしてついには、お姉ちゃん？あれ、その荷物。ああ、私家出るから。え？明日は卒業式っしょ？卒業式終わったらユウスケと一緒に暮らすって言ってあるし。え、待ってお姉ちゃん。ユキは高校を卒業すると同時に卒業式の日に当時付き合っていた男と同棲を始めてしまう。名前しか知らないその人は父も母も顔を合わせたことのない人だった。ユキは何年経っても帰ってこなかった。電話番号だけは変えるたびに変わったよと連絡が来るのだが、それ以外の連絡は全くない。ユキは元気でやってるかしら。心配だなあ。お正月になると毎年、父と母がユキのことを思い出す。数年は顔を合わせていない上に、近況も全くわからないため家族全員で心配をしていた。せめて電話かメールだけでもしてくれたらいいんだけど。そうだね。ただいま。え、ユキ？数年して久しぶりに見る姉の顔。ユキは記憶を失ったみたいに普通に家に帰ってきたのだ。
玄関の鍵を変えなくてよかったと思いつつ、学生の頃のように普通に冷蔵庫を開けてジュースを飲み始める元気そうなユキを見て安心した。その日は家族で集まってユキの話を聞く。で、結婚するから。結婚？そう、いつ生まれるかわかんないし。生まれる？母が慌ててユキのお腹を見る。まだよく見ないとわからないが、心なしかお腹が大きくなっていた。ユキ、もしかして子供が？あ、私妊娠したの。どうやら話を聞けば、結婚相手は高校生の時から付き合っていたユウスケという同級生らしい。写真を見せてもらったが、金髪で見た目がチャラい男性だった。ユウスケ、今は工場で働いてるんだけど、野島家の婿養子になってもいいよって言ってくれてるの。私たち二人とも姉妹でしょ？後継ぎできる男もいないし、いいアイデアじゃんと思って。後継ぎって？どうせまだ薫は彼氏すらいないんでしょ？あんた一生独身ならこの家終わりじゃん。ユキが父と母に詰め寄った。あと、ユウスケが子供できたし工場辞めるって言ってた。もっと給料がいい仕事を探してくれてるの。どうやらユウスケという男をどうしても婿養子にしたいようだった。ユキは何度も父と母を説得するためにユウスケの良いところをたくさんあげていく。それに折れて父母はユウスケを婿養子に迎えることにした。ユキの結婚式は執り行わず、書類だけの簡単なものになった。ユキは少し文句を言っていたが、貯金も何もないユキがパッと300万の結婚式なんてできるはずもなく。そしてユキは子供が生まれて1ヶ月経つと、家族の誰かに言うわけでもなく、勝手に家を出て行ってしまった。男も男だ。婿養子になるだけなって。ユキが荷物と共に家からいなくなった日に父が怒る。だが本人がいない以上は何も言えないのだった。あら、かわいい子供ね。3歳くらいかしら。ふと母と一緒に買い物に行くと、街中で子供を見かける。親子で手をつないで歩く子供の姿を見て、母はふふふと笑った。今頃、ユキの子もあれくらいかしらね。そうだね。あの子大丈夫かしら。たまには電話来るけど、子供のことを何も教えてくれないのよね。元気だよばっかりで。心配だね。母と一緒にユキとユキの子供の心配をする。ユキが家を出てからたまに電話はかけてくるのだが、決まって父が家にいない時だった。理由はお金だった。お母さん、今月もちょっと貸して。ユキ、ユウスケもちゃんとした仕事についてるからすぐ返せるって。あ、子供が起きた。じゃあよろしく。家の電話にかけてきては母にお金の無心をする。だが、盆正月と家族が集まるタイミングがあっても、ユキは一切実家に帰ってくることがなかった。それから数年後、学校での勤務中に電話が入ったと呼び出しがかかった。職員室に行くと、電話は母からだった。カオル、急いで来てちょうだい。電話の向こうで泣きそうな焦った母の声が響く。急いで向かった場所は病院だった。父が倒れてしまったのだ。幸いにも近くに母がいてすぐに救急車に運ばれた。その時は何とか命を取り留めたのだったが、母と私が医者に別室へと呼ばれる。緊張しながら入ると真剣な顔で医者に言われた。お母様の方には少し前から何度もお話はしていたのですが、父の体のことについて医者が説明を始める。どうやら少し前から病院には通っていて、体調が良くないことを話していたようだった。だが、父本人は元気だというのであまり気にしないようにしていた母。
ですが、今回倒れた際に検査をしたところ、やはりご年齢というのもあると思います。もって半年ほどかと。半年？定年を迎え、これから母とあちこち旅行をしようと話していた最中だった。医者に父本人に話すかどうかをよく考えてくださいと言われて部屋から出る。状態が良くないため、このまま父は入院となった。お母さん。大丈夫。お父さんと話はしてたの。母が部屋を出てから私に話す。何かあったらちゃんと教えてくれって、お父さんとちゃんと話してたの。わかった。こうして父が休んでいる病室に二人で向かう。母と私で父にゆっくりと話をした。母は涙をこらえていたが、私は途中で涙を流してしまう。それを見て父は私の頭を優しく撫でてくれた。お父さんがやりたいこと何かあれば、私が手伝うから。おえつを漏らしながら私は精一杯の声を出して父に聞いた。泣きながら喋る私に父は少し悩んだが、母と私を見てから言った。ユキと孫に会いたいな。やっぱり大事な家族だから。わかった。私は父からそう聞くと、その日からユキに連絡をした。何度も何度も電話をかけてメールも送った。メールでは父の近況も送って、病院の名前も病室も送った。私や母が病院に行く日や父の検査の日も送った。私たちに会いづらくても、私たちが行く日を教えておけば、いない日に行くかもしれない。そう信じて父の会いたいという希望を伝えた。だが、ユキは父に会いに来なかった。父は最後に孫の顔を見れないまま他界してしまった。父の葬式の日の夕方、ユキとユウスケが姿を現した。久しぶり。一段落して母と私の二人で片付けをしている最中だった。喪服も着ておらず、私服のまま家に入ってくるユキ。横にいる母も驚いて立ち上がっていた。だが、驚いたのはそれだけではなかった。ユキの横には、なんと子供が3人もいたのだ。ユキ、あんたその子たち。私の子だけど。あれ、言ってなかった？ま、いっか、今言ったし。悪びれることなくユキは言う。そして整頓し始めている家の中をユキは遠慮なく漁り始めた。ちょっと、何してるの？片付けしてるんでしょ？捨てるんだったら売れそうなもんはもらおうかなって。あ、お母さん、お父さんのお金は？私の分は？金の無心だけするユキ。そんなユキを見て私の拳に力が入った。怒りしか湧いてこない。ふざけないでよ。お父さんが亡くなったばかりなんだよ。お金お金って。はあ？だって大事なことでしょ？あんた、カオル。私が飛びかかりそうなのを母がピシャリと止めた。母に目配せされて私は座り直した。母は一つの手紙を大事そうに出してきて机の上に出す。私も知らない手紙だった。お母さん、これは？お父さんの遺言書のコピーよ。お父さん遺言書作ってたの？なんだ早く言ってよ。ユキが一番にその手紙を分けた。ウキウキな顔で手紙を読んでいるのだが、読み終わると同時に母に怒鳴った。はあ？私のお金ほとんどないじゃん。ユキと母が話している横で私も手紙を読んだ。多くは私と母が相続することになっていた。ユキにも一応相続予定のお金があったがわずかなものだった。私は姉で夫は婿養子なのよ。おかしいでしょ。
もっともらう権利あるはずじゃない。でも、お父さんの遺言はこれなの。弁護士さんにも立ち会ってもらってるから。キーッとむしゃくしゃした感情を表すユキ。子供の前だったが遠慮なく怒鳴り散らしていた。お父さんの面倒を見てなかったんだから当然の報いよ。私はぽつりと言った。ユキにはそれは聞こえたのか否か、顔を真っ赤にして子供を連れて家を出て行ってしまった。母がユキの名前を呼んで止める。ユキ、待ちなさい。子供の名前くらい教えていきなさい。母はそう言ったが、ユキは聞こえないふりをして玄関を大きな音を立って閉めた。母がため息をつく。大丈夫かしら。3人もいたのね、子供。お金お金ってずっと言ってるし。心配だわ。でも私は父が亡くなったことがショックで、ユキの子供のことなど心配する余裕がなかった。むしろユキには怒りしか覚えていなかった。お父さんはお金じゃないのに。父の葬儀も家の片付けも落ち着いた頃、手をせわしなく動かすこともなくなってから母はずっと落ち込んでいた。たまに座ってぼーっとしては悲しそうな顔をして寝る前に泣き始めてしまう。精神的に危ない状態だった。そして精神的に辛い状態が続いていると悪いことも続いていく。ふとした時に母が転んでしまったのだ。年齢も年齢だったため、母には車椅子と介護が必要になってしまった。ごめんね、カオル。何言ってるのお母さん。少しお休みするだけなんだし、お金は余裕あるから大丈夫よ。私は母の介護のために教師の仕事をお休みすることにした。貯金をやりくりしながら母と一緒に暮らす。私が仕事に行かないことで、母が昼間にどれだけぼーっとしているかが分かった。椅子に座って1、2時間ずーっとぼーっとしているのだ。私は一生懸命話しかけたが、母は空元気を出すばかりで見ていて苦しい日々が続いた。ある時、母がつぶやく。ユキはどうしてるかしら。お姉ちゃんさあ。あれからユキとは連絡を取っていなかった。お金の無心もなくなってきて、私は姉の存在を忘れかけていた。孫はどうしてるかしらね。大丈夫かしら。あの時に孫の顔をちゃんと見れてなかったの。会いたいわ。母が悲しそうに言う。私は迷わなかった。ユキにメールを送る。母が倒れてしまった。孫の顔を見たがっているので会わせてあげたい。ダメ元で送った。どうせ返事も来ないだろうと。だが今回は違った。すぐに連絡が返ってきたのだ。すぐそっち行く。そう返事が来て翌日。ユキは子供たちを連れてあっさり家に帰ってきた。カオル、久しぶり。お母さんは？こっちにいるよ。リビングにユキと子供たちが向かう。車椅子に座る母がユキたちを見た途端、母が嬉しそうな顔をした。父が亡くなって以来、一回も見せたことのない笑顔だった。母は積もり積もった話をユキと子供たちと楽しそうに話していた。私も話の輪に入り、今までとは全く違うユキに戸惑いながらも楽しそうに会話をしている母を見て嬉しかった。でねお母さん大丈夫？ああ、もうこんな時間だったんだ。お母さんそろそろ横になった方がいいかも。母を寝室に連れて行く。ユキもとことことついてきて母のことを心配する素振りを見せていた。母が部屋で寝るのを見届けた後にリビングで私とユキで話をすることにした。大きくなったね。でしょ？みんないい子に育ったのよ。ユキが自慢げに子供たちの話をする。内心どんなことを言われるか私はドキドキしていたが、母が寝て私たちだけの会話になっても嫌味なことは言ってこなかった。
私ね、お父さんの時に後悔したの。え？もっと子供に合わせてあげればよかったなって。ユキが悲しそうな顔をした。後悔しているようだった。お母さんにとったら孫なんだよね。私、もっとお母さんに子供たちを会わせてあげたい。それでね、お母さんと薫がよかったらなんだけど、ユキが切り出す。一緒に住まない？同居してみない？え？同居？私はびっくりした。でもユキは昔と違って手を振りながら私に言う。無理にとは言わないよ。ただ、同居したら介護手伝えるし、孫の顔もママに見せれるし。ユキの言葉は昔と違って柔らかな言い方だった。無理やりしてくる風もなく、私は考える時間をもらえる。そして母とも話し合った結果、姉夫婦と同居することにしたのだ。最初のうちは警戒していたが、同居生活はうまくいっていた。ユキの夫も母を気遣ってくれるし、母も孫と暮らせて幸せそうだった。そして様子を見て大丈夫そうだと思ったあたりで、私は職場に復帰することにした。今まで私は母の介護で休職していたが、昼間はユキが母の面倒を見てくれることになったのだ。介護のやり方も覚えたユキを見て心配なく任せられると思ったからだ。何より母が前より生き生きとした顔になり元気になってきたことで介護の量が減っていた。趣味を見つけ、孫とも遊び、母はどんどん元気になっていたのだ。お母さん、お父さんがいなくなってからずっと元気なかったけど、孫と暮らせてこんなに元気になるなんて、本当によかった。ルンルンで私も仕事をまた始める。そんな機嫌のいい私に一人の仲のいい生徒が話をしてくれる。カオル先生ってお姉さんがいるんだね。先生がお姉さんって感じだったから先生が妹でびっくりしちゃった。あら、そうだけど、なんで姉がいること？だってその日、私は学校の生徒から衝撃的な事実を知らされる。カオル、話があるんだけど。ユキが私に話しかけてくる。仕事が終わって一息ついていた私は着替えながらユキの話を聞くことにした。カオル、悪いけど、そろそろ出て行ってほしいのよね。は？っていうか、気づいてほしかったんだよね。カオル、この家にいらないでしょ。いらない？だって、お母さんの面倒は私が見てるし、子供の面倒だって私が見てる。独身のカオル、どうしたって邪魔じゃない？つうか、40過ぎで独身で、なんで実家に帰省してんの？かっこ悪。何その言い方。私だってお母さんのこと帰ってきてから面倒を見てるし、それに家に生活費だってちゃんと入れてるわよ。あんたに出てけって言われる筋合いないんだけど。それがあるのよね。私には将来この家の跡継ぎになる夫と子供がいるのよ。子供たちだってどんどん大きくなって部屋が足りないのよね。そうしたら、ほら、一番いらない人が出ていくべきじゃない？いい加減あんた邪魔なのよ。子供も産めない体で親不孝者のあんたがね。親不孝？突然家に帰ってきたかと思えば、婿養子だの同居だのお金だの、一体何考えてるのよ。この家と家族のこと考えてんのよ。いい？今週中には出て行ってもらうから、その間に早く次に住むところ決めなよ。なんであんたにそんな指図受けないといけないのよ。ユキの言葉に私は猛烈に腹が立った。怒りに任せてユキを殴ろうと手を挙げる。ユキ、カオル、やめなさい。母の大きな声が聞こえる。だいぶ年ではあったが、まだまだ教師現役のようなはっきりと聞こえる声だった。振り向けば部屋の扉にお母さんが来ていた。カオル、落ち着きなさい。ほら、手を下ろして。お母さんの落ち着いた声に私はゆっくりと手を下ろす。
それを見て、ユキが笑いながら私に舌を出してくる。子供じみた行動でイラッとした。そんなユキに母が大きくため息をつく。どうせ遺産目当てだろ。母の言葉にユキがドキリと体を動かしたのが分かった。お父さんの時にはもらえなかったから、私の時にはもらえるように優しくしてるんだろう。母は椅子に座りながらユキに言った。ユキは少し黙っていたが、開き直るように私を指さす。私は長女、夫は婿養子だし、子供は跡取りでしょ。何より、お父さんの遺産はカオルいっぱいもらってたじゃない。家ぐらい私に譲ってよ。ユキが怒鳴る。久しぶりにユキの怒鳴る声を聞いた気がした。すると母は静かに言った。わかったわ。ユキには子供が3人もいる。すぐに家を探すことだって難しいし、子供たちも家に慣れてきてるもの。お母さん。母の言葉にユキが勝ち誇ったような顔をして満足げにその場を去っていった。私と母は目を合わせて小さくうなずいた。私たちの計画が始まった瞬間だ。その日から私は荷物をまとめ始めた。荷物を片付けてる間、ユキは満足そうに私を見下ろしている。荷物全部持ってってよね。残ったもの全部捨てるから。あ、それと家にお金を今まで通りよろしくね。ほら、お母さんの病院代かかるしさ。お金。結局お姉ちゃんはお金ばっかり。私は荷物の整理や新しい住居の契約などに2週間ほどの時間がかかる。やっと荷造りを終えた私は母とも改めて話して家を出ることになった。荷物を運び終えて母に挨拶をと思っていたのだが、ユキは遠慮なく玄関をパタンと閉じる。カチャリと鍵もかけられてしまい、慣れ親しんだ玄関を見ながら私はため息をついた。こうして私は家を出て少し前から契約していた場所に住み移ったのだ。仕事の休みの日にスマホに電話がかかってくる。ユキからだった。電話に出て早々、ユキの大声が聞こえてきた。どういうこと？立ち退きって言われたんだけど。どういうことってそのままの意味よ。早く家から出てってね。はぁ？そう、あの家は私名義のままなのだ。実はユキには伝えていなかったが、父からもらった遺産の中にはあの家があった。名義を変更していないので、あの家はまだ私のもののままだ。そして私はある生徒から話を聞いて以降、母と話して家を売ることにしていた。あ、お母さんのこと後で迎え行くから。私は電話を切る。今私がいる家は母が通院している病院の近くにあるバリアフリーのマンションだ。母はここで私と暮らすことになっている。実は生徒と話をしていた時にとんでもない話を聞いていた。カオル先生のお姉さんがうちの介護施設に来てたよ。カオル先生のお母さんうちに来るんでしょ？うちのママが話してたもん。え？そう。生徒の親が介護施設で働いていて、私の姉夫婦が話をしに来ていたそうなのだ。その話を聞いて私はすぐに動いた。介護施設に行ってみると、ユキとその夫が来ていて、近々入居の手続きをしたいと話していたのだ。このことをすぐ母に知らせる。母は同居を決めたユキを信じようとしていた思いは少しあったのだが、私から話を聞くと、そっかと言って悲しそうな顔をしてしまった。そして母と二人で話し、家の売却に踏み切ったのだ。もともと今後介護が必要な母とは家をリフォームするか引っ越しするかを考えていた。ユキの企みを聞いたところで引っ越しする決心がついた。嫌がるユキのことなど知らずに実家は売られ、ユキたち夫婦は強制退去させられる。最初は文句を何度も言いに電話が来ていたが、家探しで忙しくなったようで、3日もしたらユキから連絡が来なくなった。まあでもまだ手続きあるし、話したいこともあるからお姉ちゃんと会うか。
後日、強制退去させられたユキと手続きのことで話すために一度喫茶店で会う約束をする。怒りに震えていたユキは喫茶店に着いた私を見つけると真っ赤な顔をして聞いてもいない今の近況を話し始めた。ユキ一家は現在は安いワンルームのアパートで暮らしているそうだ。子供たちが一人一つの部屋がなくて狭くワンワン文句を言っているらしい。ユキが自虐気味に話す。いいよね、カオルは。昔から頭も良くて何でもできて。私はね、ずっとカオルと比べてバカだバカだって見下されてきたのよ。出来の悪い子なんだってさ。ずっと。学校でも外でも。カオルはあんなに出来がいいのにねって言葉が本当に大嫌いだった。昔から、あんたばっかり。ユキが悔しそうに言う。もう私の顔なんて見てなかった。どうせ心の中で笑ってるんでしょ。笑ってないよ。そんなユキの話を一通り聞いてから私は小さなため息をつく。そして一つの少し大きめな封筒を取り出した。喫茶店の机の上にそれを置いてユキに見せる。開けてみて。私が封筒を開けるように促すと、ユキはしぶしぶ封筒を開けた。中から出てきたのは一つの通帳だった。あのね、お姉ちゃん。お姉ちゃんは私ばかりとかずっと見下されてだなんて言うけど、お母さんもお父さんもお姉ちゃんのことずっと心配してたし、ずっと大事に思ってたんだよ。私はユキの持っている通帳を指さす。これはお父さんとお母さんが小さい頃からお姉ちゃんのために預金をしてきた通帳だよ。結婚したら渡そうって話してたんだけど、子供が生まれたらすぐになくなっちゃうんだもん。なかなか渡すタイミングもなくて、お父さん困ってたの。え？お父さんが？ユキが驚きながらゆっくりと通帳を開いた。そして目を見開いてから通帳を見つめる。でも、お父さんが亡くなった日って、あれ？先週もお金が入って。お母さんが入れてたの。お父さんが亡くなった後も、お母さんが毎月決まったお金をずっと通帳に入れてたの。ユキがいつか本当に困った時にって、何かあったら私から渡すようにお願いされてたの。ユキが私と通帳を交互に見る。だんだんと涙が溜まっていって、ユキはボロボロと泣き始めた。姉の泣いた姿は子供の時以来だった。嘘。私、お父さんにひどいこと。だから、これからはお母さんにはちゃんと顔見せてあげて。私は今住んでいる住所を事前にメモしておいた紙をユキに渡す。これ、私とお母さんが住んでるとこ。お母さんが孫に会いたいだろうから、たまには顔見せに来てよね。もちろん、お姉ちゃんもだからね。お母さんずっと心配してるんだから。私、お姉ちゃんのこと、正直言ってまだ許せない。でも、お姉ちゃんも辛い思いをしてたんだなって。ボロボロと涙を流して泣いてしまって、しか言えなくなっているユキ。ユキの様子を見て、もうこれで家族をないがしろにしたりはしないだろうとやっと確信が持てた。ユキはとても反省しているようだったし、後悔しているようだった。家族は切っても切れない縁。実の姉に見下してなんて言われて悲しかったけれど、本音を知ることができて、ちゃんと目と目を見て話し合えてよかったと思っている。いろんなことがあったけど、姉のユキとは今後も長く付き合えたらと思うし、母と一緒に大事にしようと思った。